はい、どうもごきげんよう、ジーコスです。今回はですね、ここに、書いてある看板あるんですけど、プンプンファーム、英語で言うとパンパンファームになるんですけど、そういう場所に今僕が来てまして、せっかくなので、この場所がどういうところなのかっていうのをですね、簡単に、ロケーションっていうのを、なんか、動画を撮りながらちょっと軽く説明してみたいと思います。それでは始めます。はい、ということで、ですね、まず場所の説明からすると、ここはタイランドですね、国が。で、首都バンコクから、北に700キロぐらい行ったところにチェンマイっていう都市があって、僕はそこに移住してるんですけれども、そのチェンマイっていう都市からさらに、車で1時間40分ぐらい、行った田舎ですね。山の中というか、そういう場所に、自給自足、してる村があるんですよ。で、世界に、自給自足率が 90% を超えてる村っていうのが、十何箇所かあるっていう話で、その十何箇所のうちの、一つが、ここチェンマイの、プンプンファームであるっていうふうに、教えていただいたんですよ。で、それで、調べてみたら、チェンマイに住んでるから僕が。そしたら、4泊5日の、セミナーが、ちょうど、うまいタイミングであるっていうことが分かって、で、それで申し込んで、今、4泊5日の、セミナーの真っ最中、今日が、4日目になるんですけど、そんな感じです。山の中なんですけど、斜面が結構あるんですけど、この斜面を、結構利用して、工夫して、なんていうの、作られてるんですよ。なんかすごいそこに感心したんですけど。ということで、いろいろ見ていくんですけど、このセミナーっていうのがどういうセミナーかっていうと、その自給自足で、なるべくそのお金使わずに自分たちでやりくりして、生活していける知恵っていうのを、体験できるような、コースですね。体験するコースになってます。で、参加者はもう世界各国から来てて、マレーシアとか、オーストラリアとか、アメリカとか、どこだっけな、いろいろ、日本人は僕だけなんですけどてな感じでいろんな国から、参加者が参加されてますと、18名くらいかな。インターネットでここのホームページから応募できるんですけど、ちょうど今さっき、レンガ作りのレクチャーが終わったところで、ここで泥で参加者がベタベタ踏んで、米のもみ殻とか混ぜて、でそれをバケツリレーで運んでって、なんかバケツリレーのやり方とかも細かいテクニックがいろいろあるんですけど、でここでチョコレートみたいに並んでるのが、今泥から作った、レンガですね。でこのレンガを並べると、こういう家ができるという、泥で作った、家ができるっていう、すごいなんかおしゃれでいい感じで、コンクリートの家とかよりこっちの方が強度は全然強いらしいんですけど、で、例えばこの泥で作ったこの建物の中のホール、ここは朝ヨガの教室をやったりするところですね。でちなみにこの2階が、男子3人が、泊まってる、部屋はないんですけど、ちょっとどんな感じか見てみると、僕たちは、18名ぐらいの参加者の男子3人はこんな感じの茅ですね。この茅で寝てますと。結構寝心地いいですよ。で夜は基本的に、暗いっちゃ暗いんですけど、電気はちょいちょいついてますね。で電気はさすがに自給自足じゃなくて町から取ってきてるみたいです。でも水は 100% 自分たちでやってるみたいです。で水のシステムがあるんで、ちょっとそれを紹介してみると、まずここになんかタンクがたくさんありますよね。このコンクリートでできた土管があるんですけど、ここが、水をまず溜める場所で、雨水と、あとは池の水が、
ここに、まずストックされると。で、見たらわかるんだけれども、ちょっと画面だとわかりづらいかもしれないんですけど、坂になってるんですよ。で、坂になってて、坂の一番上に、水のタンクを溜めるっていう構造になってるんですね。これがなんか素晴らしいなと思うんですけど、で、蛇口をひねると水が出るようになってるんですけど、その動力は何かっていうと、この高低差を利用したこの位置エネルギーっていうの、それを利用して、水道が流れるようになってると。だから一番上に、水タンクがあって、そこから、シャワーがあったり、トイレがあったりっていう形になってると。この高低差を利用してるっていうのが素晴らしいですね。で、ここに水をろ過するタンクがあるので、ちょっとこれを見てみます。これもなんか本当に素晴らしくて、ちょっと階段登っていきますけど、これは別の方が暮らしてる、もう全部ここは泥で作った、家になってますけど、ちょっと中、ちょっと拝借、こちら。ちょっとなんかこんな風になってますっていうことなんですけど。で、ここが、水をきれいにする、タンクで、一番向こうが岩石。で、次が、砂。で、次が、石炭っていう風に、なってるんですよ。で、水が、上の水が入ってって、この高低差を利用したエネルギーで水がこう上に上がっていくと。で、ろ過されてって、で、綺麗な水になるっていうような、そういうシステムだそうです。素晴らしいと思います。いやちなみに今10月の、下旬なんですけど、日中は暑いです。30度を超えてる感じで、特に太陽が出てると暑いです。で、夜は25度とか、半袖でもいけるけど、ちょっと、肌寒いんで1枚あるといいかなっていう感じですかね。で、ここが、シャワールームで、このシャワールームはコンクリートでできててすごい綺麗なんですけど、これは僕たちみたいなビジターが利用するためにコンクリートで、作ったそうで、なんかこの水の扱いに慣れてないから、結構なんていうの、コンクリートの方が都合がいいということで、ここに関してはコンクリートにしてるそうです。こんな感じでシャワー、当然お湯は出ないんですけど、お湯なくても、タイは結構タイは大丈夫っていう感じで、結構綺麗な感じの、シャワールームになってますね。はい。これ参加者の人が。で、次に、トイレをちょっと見てみます。よいしょ。トイレは思ったより綺麗で、ここ洗面台もついてるし、ちょっとちらっと見て、綺麗ですね。ちゃんと便器があって、シャワーもあるという。で、このトイレはちなみに、この高低差を利用して、糞尿がここに流れていくそうで、で、ここで、米のもみ殻とかかなっていうのを混ぜて、堆肥にして、この木の根元とかに、埋めたりするっていう、そういうなんかエコなシステムになっていると、そういうことですね。で、ここが、シードセンターといって、なんか種を保管しているような場所になってますね。ちょっと軽く、ここで種を保管してて、ちょっと見てみると。こんな風に、すごいめちゃくちゃたくさんあるんですけど、こんな風に、なっていると。参加方法はさっき言ったっけ、インターネットで、申し込む形なんだけど、1年に、1回か2回開催されてるっぽくて、で、そのうち1回は、タイ語オンリーらしいです。多分そう。で、もう1個は、イングリッシュっていうことで、ちなみに僕は英語があんまりわからないので、
10% ぐらいしか取れてないんですけど、まあ、とりあえずなんか体験してるって感じですかね。なんか見て説明はあんまり分かってないんですけど、まあ、実際、まあ、ここに来て分かったのはこの体験コースって本当に体験コースで、この体験コースに参加したからもう全部できる、全部自給自足で生活していけるっていうほど、甘い感じではないっていうことは分かりました。もう本気でやるんだったらもっと本気で1ヶ月とか分かんないけど住まないと難しいと思いますねっていうのは分かりました。まあ、でもいろんなことがこの体験コースの中でも仕入れてすごいいいなと思ってるんですけどね。Just taking video ここは畑ですね。なんかハーブが植えてある。You from Japan? Yes, Japan. From Japan. Thank you. このハーブを、まあ、摘んで食べたんですよ、昼食でみんなで。すごい美味しかった。美味しいっていうかすごいエネルギーを感じましたね。なんか食べてなんか瞑想のような感じになって、なんか一瞬どっかに行ったのかみたいな、そんな感じになりましたね。すごいエネルギーを感じました。でこことか体験で作った土壌なんですけど、なんか EM 菌っていうなんていうのかな、発酵の力を借りて、作ってるっていう。でここもなんか斜面になってるのがちゃんと知恵を生かしてて、斜面に対して平行に畑を作ってるんですよね。こう縦じゃなくてこう横にしてるっていうのが知恵で、なんかこの方が雨が降った時に水が流れていくから、まあ、畑がダメにならないし、ホースで、水もやりやすいっていうような感じで、まあ、そういったなんかちょっとしたテクニックがいろいろありますよねっていう話で、この辺にある家はもう全部、まあ、こっちの地元の人が住んでるところで土で作ってるっていう家になりますね。ペタペタと、なんかこんな家に住んでみたいなと思いますけど、作ってみたいなっていうのはありますよね。よいしょ。なんかちなみにこの場所は山王銀之助さんっていうエコビレッジビルダーですかの先生が、この場所にも来て、レクチャーしたっていう、そういう場所になってますね。でここがカフェになってて、一般のなんだろう、飛び入りでも別に普通にここに来れるっていうカフェで、まあ、コーヒーとか、あと、まあ、なんかちょっとした買い物もできるような感じになっていますと。ちなみにここはなんかジョン・ジェンダイっていうタイの人がいる場所で、後で今日の午後なんか実際話をしてくれるらしいんですけど、そのジョン・ジェンダイっていう方は、まあ、この村を作った人かもしれないんだけれども、テッドトークで13年ぐらい前に、出演してて1900万回ぐらいの再生ビューがあるっていう、そういう方ですね。お金なくても幸せに生きていきますよというような話をテッドトークでされてました。でここが、食堂になってて、まあ、あとミーティングルームっていうのかな、ここで、お昼ご飯食べたりくつろいだりっていうような感じになってて、ちょっとキッチンの方に入ってみるとこんな感じで今、まあ、ご飯をここで、まあ、取るような感じで、ここがちょっと一つまた知恵で、食器を効率よく水を使わずに洗えるっていうシステムになってて、ここで残飯を落として汚れすすいで、洗剤で洗ってすすいで、最後仕上げにすするっていう、なんかそういう水をなるべく節水ですねできるような知恵があって素晴らしいなと思います。でここキッチンですね。こんな感じで、今こっちご飯の用意してくださってるんじゃないかな。はい。ちなみに火はプロパンを使ってるみたいですけど、
で食材とかは、塩とか油とか砂糖とかは購入してるみたいなので、完全自給自足ではないんですよね。という感じで、駆け足で、このパンパンファームっていうのをちょっと、こんなところだよって、はい、バイクも通って、なんかすごいのどかですよね。なんかこれはカメラでは映らないかな、すごいのどかな感じです。すごいいいところですね。今雨季が終わりかけてて、雨がちょっと降ったり、止んだりっていう感じなんですけど、はい、なんかすごい、気持ちのいい場所ですね。チェンマイってそもそも本当にすごい気持ちがいい場所なんですよ。すごい場のエネルギーがすごいいいっていう感覚を持ってるんですけど、この場所はまたすごいいい感じがありますよね。本当になんか気持ちがいいですよね。なんか、参加してる人たちも気持ちがいいし、はい、そんな感じで、プンプンファームに、僕は今、来てまして、こんなところですよということでちょっと紹介を、させていただきました。はい、なんか興味がある人は、プンプンファームで調べて、ホームページを見てください。そんなところでいいかな。はい、じゃあ今回の動画は以上ですね。はい、どうもありがとうございます。それではごきげんよう。